私はいつか男らしく背がスラッと高くて、でもまだ子供っぽい表情をする青年に迷宮の奥底で偶然助けられるんです。無職転生の転移迷宮編で再び重要な役ロキシーを演じている小原好美さん、愛称ココちゃん。前回 RK が日本に行った時、わざわざイベントに行ったほど RK がめっちゃ好きな声優の一人だよね。今回はもともと俳優を目指していた彼女がどうして声優を目指すことになったのか、その意外なきっかけ、デビュー後すぐに人気声優となるまでの道のり、プライベートな話、そしてこれまでに演じて40以上のキャラクターについて詳しく掘り下げていく。じゃあ早速始めるのだ。私ずっと不安で小太郎くんに迷惑ばっかり。だってこの杖気に入ってるんだもん。ありがとう。だって勇者様は私の前に現れて外に出してくれた私の勇者様だもの。じゃなくてオーディション用の写真を撮ってるの。でとびっきりの笑顔の写真を撮ろうとしたんだけど、なかなか難しくて。私が不安なのは堀北くんのことです。堀北くんはいつも自分を犠牲にして仲間を守ってきてくれたんです。子供を作るのはグッチするんです。私が男嫌いになった理由がこれ。そうだ、これで携帯ゲットだね。いっぱいメールとかしようね。寝るまでしりとりとかなぞなぞとかしたい。そんなことだと思った。聞いたことある。1年の頃から生徒会長より有名って。男を追いかけて高校を選ぶとかよくやる。悪いですけどキリンはもうチーローごっこなんてお子ちゃまの遊びにはお付き合いできません。今から魔法のお勉強すれば立派な魔女さんになれるんですよ。今では魔法陣ぐるぐるのくくり役やかぐや様小倉スタイの藤原千佳役などで知られる小原さんですが、実はもともとは女優を目指していた。1992年6月28日に神奈川県で生まれた小原さんは子供の頃から役者になることを夢見ていた。幼い頃からアニメやドラマに夢中で、お芝居への興味が次第に強くなっていった。そして小学生の時、国語の教科書に載っているスイミーを学芸会で演じることになり、その経験が演劇の楽しさを彼女に教えたんだ。その後自分で物語を書いてクラスメートを集め演劇活動をしていたところ、担任の先生が応援してくれたことでさらに演劇に対する情熱を深めていった。小学生の時から声優ではなく俳優を目指していたのか。ただ三者面談で小原ちゃんは声がいいから声優という仕事もあるよというアドバイスを受け、母親もいいと思うと言ってくれたため放送部に入部し、声を使った仕事の魅力に気づき始めた。実は子供の頃から自分の声にコンプレックスを持っていて、周りから声を活かせる声優に挑戦してみたらどうかと勧められたことがきっかけで、自分の声が強みになると感じるようになった。しかし年齢を重ねるにつれ、全身を使った演技にもっと挑戦したいと感じるようになった。ちなみに憧れの女優は竹内優子さんで、なんだこのキラキラした素敵な人はと憧れていたとのこと。高校卒業後本格的に俳優としての道を追求していたが、その過程で声優の道を選ぶことにした。どうして声優を目指すことになったのだ。意外とってどういう意味よ。それにしても大したのいないよね。綾乃はそもそも男に興味なんてないでしょ。引き換えエクスキューズミー I want be your friend We are the world I have a カシオリ毎日通うルーティン。そろそろ試験なんだけど、こそこそ隠れる親の視線。まだねえ、私がプリキュアになれる確率はどのくらいるん？おいよ、限りなくゼロに近いるん。すごい、今友達ができたよ。二人も。大丈夫。早くお参りしないと。ぼっちーがあまり泣いていませんように。そんなことないですよ。なんか初対面だとつい敬語から入っちゃうんですよね。入っちゃうんだよね。ついていきたい。ちゃんとお手伝いするよ。お兄ちゃん、息をしてお願い。そりゃそうですけど。すみません、ごめんなさい。私が悪かったです。だから話を聞いてくださいよ。子供の頃から役者になることを夢見ていた小原さんは本格的な俳優の道を歩み始めるが、途中で声優という道に魅力を感じ、最終的な声優の道を選んだ。高校卒業後に専門学校の総合学園ヒューメンアカデミーで演劇を学び始め、俳優コースを通じて技術を磨いた。専門学校に通っている間に所属事務所が決まり、2012年から2年間はドラマや映画に出演し、俳優として順調に見えた。数的に多くはないが着実に仕事を取ってるって感じなのかな。ただ2014年の映画作品の収録をきっかけに、これから俳優としてやっていくことについていろいろ考え
え始めた。その時以前から心に残っていた母親の声優もいいと思うよという言葉を思い出し、専門学校の講師に相談した結果、声優コースも受けてみることに決めた。ラジオなどで時折話が出るけど、母親をかなり尊敬しているんだね。そして2016年、23歳の時に最後のチャンスと思い、当時から親交のあった声優の大和田ひとみさんに背中を押されて、声優の仕事に関する知識がほとんどない状態で、現在の大沢事務所のオーディションを受け、見事に合格しました。彼女自身、大沢事務所一本に決めて、この事務所に入れなかったお芝居の夢を諦めようって決めて受けたと振り返っている。ちなみに大沢事務所に入ろうと決めた一つのきっかけは、悩んでいた時に受けたアフレコの仕事で、大沢事務所所属の花澤香菜さんと運命的な出会いを果たし、彼女の魅力に惹かれて、大沢事務所に自分から売り込んだ。そして声優の道を切り開き、声優が天職だったかのように、デビューから2年目で早くも主演を果たす。わずか2年ですごいのだ。ちなみにデビュー作は何だったのだ？私ずっと一人ぼっちだったから嬉しいです。私の名前はアストローギスト・モナメギストス、偉大なる先生術師モナっていう意味です。どれを先に支払うべきでしょうか。今回は初回なので特別に普段と違った姿でお届けしているんですが、気づきましたか？ほらほら、気づきませんか？よかったーいや、ぶっちゃけ不安になってたんです。うちのじいちゃんボケちゃったのかなって。おかえり隣、ご飯できてるよ。不死身の人、これ飲みなさい。牛の血を。今夜はとびきりのごちそうを用意したの。同じく1年、桜井千景。はじめまして、ひな先輩。大きな声でしたね。ミラ先輩と青先輩もどうぞよろしくお願いします。でももう嫌なんです。人がたくさん傷ついたり死んだりすることが分かっている街を後にして逃げるのは。マリーンの予告映像をジーン君に作ってもらうことになったから。ものづくり目指してる人間が普通なんてつまんない言葉使ってんじゃないわよ。2016年声優デビューしてから小原さんすぐに数々の人気作品に登場している。彼女のアニメデビュー作は2016年の半田くんで和田原役を演じた。じゃん、見てこれすごくない？お姉ちゃんが大広い公園で路上アートの人に描いてもらったんだって。そしてその翌年2017年には初の主演作月が綺麗で水野茜役を務めることになった。その同年魔法陣ぐるぐるでくくり役を演じ注目される。この作品で主人公ニケ役の石上静香さんと非常に親しくなり、彼女を旦那さんと呼ぶほどの仲に。お互いにお揃いのマフラーをするほど仲が良かったのを覚えているのだ。ちなみに2023年には事情を知らない転校生がぐいぐい来るで再度石上さんと共演し、共に主演を務めた。魔法陣ぐるぐる以降、遊びやそばせ、プリキュア、かぐや様告らせたい、街角魔族など人気作品に次々と出演。毎年話題の作品に登場している感じなのだ。ちなみに尊敬している声優としては化け物の子や狼子供の雨と雪で声優としての素晴らしい演技を見せた俳優の宮崎あおいさんの名を挙げている。デビュー以来小原さんは数々の人気キャラクターを演じており、特にアホっぽいこの役が多いことを自覚している。確かにそう言われてみればそうかもしれないのだ。でも彼女自身はどんな人なのだ？大体お兄はお兄として自覚がなさすぎなんだよ。私のことなんていつも相手にしてくれないくせに。じゃあお兄は私が結婚してって言ったらしてくれるの？そにゃ、私本当は化け猫にゃんですけど、一度飼い主様にこの姿見せたら気味悪がられて、お面なしでちょっとずつでも慣れていきたい。きっかけくれてありがとう、ひなぎくん。そういう時こそ観察は有効ですよ。何が好きで何が苦手なのか、相手をより深く知ることで今後の会話のきっかけにつながるのではないかと。これは穀物の塩化ナトリウム漬けじゃないか。ああ、僕はいわゆるメモまでね、日常の中で得た学びや気づきを書き留めている。なんかいいことあるかもって言ってたよ。太陽くん。強いは弱いのみ、弱いは強いの種。強いも弱いも全部大事。カビ丸、タオ、大きい。お嬢、起きてください。お嬢、常在戦場。お嬢は無防備すぎます。いつ賊に襲われるか分かったものではないのに。小原さんはインスタグラム、YouTube、ラジオでプライベートな話をよくしており、その人柄がよく現れている。彼女には尊敬している母親、かっこいい父親、そして10歳年下の弟がおり、2023年の末に小原さんが主催した小原の部屋2023冬という YouTube イベントに家族が観客として参加するほど家族との絆が深いことが伺える。このイベントで事前告知で家族の参加を発表した時、小原さんはかなり恥ずかしそうにしていた。家族来るんだ、どうしよう
RK が行ったイベントで小原さんの親戚も来ていて、小原さんは恥ずかしさのあまり極力親戚の方を向かないようにしていたんだよね。その親戚と同じ列に座っていたせいで RK 側をあまり見ていなかったと嘆いていたね。家族を大事にする一方で、彼女は猫も非常に愛している。実家には黒猫のクーがおり、自分の家にはミルとマシという2匹がおり、ミルとマシのインスタグラムアカウントもあるほど、インスタグラムや YouTube で猫関連の写真や動画を頻繁に投稿しており、彼女の猫愛が伝わってくる。 RK も猫2匹と一緒に寝るくらいだから、相手が本当に猫好きかどうかはわかるだろうね。こういう関係では基本的に社交的で、上坂すみれさんなどの親しい声優仲間がいるが、特に古賀葵さんとの関係は特別。古賀さんはかぐや様を告らせたいでのかぐや役などで知られているが、小原さんは作品を通じて彼女と親しくなり、しばしば自分を母親、古賀さんは娘と称している。古賀さんが何か変なことをすると、小原さんがそれを訂正するなど、まるで母親としての役割を果たしている。インスタグラムで2人が一緒にディズニーランドに行った写真がよく載っているから、本当に仲がいいんだろうね。他にも小ネタとして、声優で生計を立てられるまでは無印良品で働いており、デビュー後も無印愛をよく語っている。さらに自分が演じたキャラの一人である月が綺麗な水野茜と縁の深い埼玉県川越市に関するエピソードをよく語る。でも去年エリカが入部して居残り練習とかいっぱい付き合ってくれて、おかげで私ずいぶん強くなれたと思う。ほんとありがとう。お待ちしておりました、フリーレン様。はい、49代目です。世襲なものでようこそ剣の里へ。直文様、これまでもずっと私は兄のお荷物でした。このまま兄に守られるだけは嫌なのです。私も強くなりたい。ホワイトビューティー白子はとこ、繊維細かく柔らかいネギネギ戦士白子はとこ。じゃあなんで今回はヘルプに入ったの？猫ちゃん。じゃあもっとレアな猫ちゃんグッズあげるって言ってもダメかしら。例えば我が子をね。私は黒木ミト。黒木さんでいいよ。なんだって私が喋れるのはね、ゾンビの女王だからさ。大人が寄ってたかって子供を攻撃するなんてひどいな。だけど意味ない事態だね。どうしよう。じゃあ子供の頃から俳優を目指していた小原好美さんですが、途中で声優を目指すことになり、まるで天職であるかのようにすぐに人気声優となった。皆さんのお気に入りの小原さんの役はどれですか？ぜひコメント欄で教えてください。ちなみにぼっちザロックでぼっちちゃん役を演じている青山佳乃さんは、ある声優ユニットグループ出身で声優を始めたことをご存知ですか？青山さんに興味がある方は、彼女を紹介した動画もありますので、ぜひチェックしてみてください。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。